ざいます。建築起業家の斉藤俊一です。空間デザインを中心に奄美大島で古民家ホテルを運営したり、コンテナ特許を取って建築を作ったり、集客とデザインの研究をする飲食店デザイン研究所の運営をしています。この放送では最前線で働く建築家やインテリアデザイナーのリアルな設計現場での学びを共有していきます。実務に直結する情報を提供できるように心がけていきます。今日はですね、CG ソフトを使ったらノートパソコンの動きが鈍くなったので、外付けグラフィックカードをつけてみたらという、僕が今経験したたわいもないパソコンのスピードアップっていう方法の共有をしたいと思います。大した内容じゃないんで、そうなんだなっていう程度で聞いてもらえると助かります。僕はですね、最近デザインをするときにもうどこでも仕事ができるように図面を紙では書かなくなったり持たなくなったりして、データをサーバーに入れて、いつでも、サーバーからデータを引っ張れるようにしたんですよね。今まで紙のノートに結構スケッチを書いてデザインを考えていたので、それをiPad Pro ですよねにして、大きな画面のやつですね。図面や CG に関しては MacBook Air を使ってるんですけど、それでデザインをしてるんです。でもってノートパソコンと iPad Pro を2つ持ってるのって結構重たくてですね、それを iPad だけでできないのかなって思って考えたんですけど、調べてみると CAD や CG がまだまだソフト側が追いついていないようで、そこでなかなかモデリングとかできないんですよね。だから CG のモデリングからレンダリングまでを結局じゃあノートパソコンでやろうかなって思ってやってみたら、むっちゃくちゃ重たくて動かなかったわけですよ。でどうしようかなって思って、外付けのグラフィックボードを、eGPU っていうらしいんですけど、その選択肢を見つけたわけです。でそもそも eGPU 外付けハードディスクを使うことになった原因は、ツインモーションっていうソフトを使おうとしたからであって、実はですね、30坪ぐらいの飲食店のモデリングをですね、スケッチアップでやったり、 2D の図面をベクターワークスという CAD ソフトで使う程度であれば、ノートパソコンの性能で十分なんですよね。でただツインモーションとかルミオンとかっていうソフト、いわゆる建築ビジュアライゼーションソフトっていうんですかね、そういうらしいんですけど、それを使うことにした瞬間必要になっただけなんです。どういうソフトかっていうと、 3D でモデリングをした後に光とかマテリアルとかを設定して、ビジュアル的にリアルに綺麗に見せたりとかですね、動画にしたりとか、そういった絵にするソフトですよね。昔はレンダリングソフトとか言って、僕 3D スタジオ Max っていうソフトを使ってた、今もあるんですけど使ってたんですけどね。でもそもそも今のそのルミオンとかツインモーションっていうのはほぼ同時にリアルの絵にしてくれるんですよ。レンダリング時間ってほんの数秒なんですよね。昔はレンダリングに1日待ってたりしたんですよね。技術の進歩ってほんとすごいよねって思うんですよ。でこのツインモーションとかそういったソフトはもともとゲーム業界から来てるソフトみたいなんです。でその建築バージョン、しかも、導入コストみたいなものがすごい安いんですよね。無料で使えるのかな今は。これって使うしかないよねって思ったんです。でちょっと一旦話はそのグラフィック Mac で、eGPU を導入する時の注意点で話さなきゃいけないと思うんですけど、
導入したわけなんですけど、その時に結構こう注意点ってあるなと思ったんです。で実は最近出ている M1Mac って言われている、CPU がちょっと新しいやつですよね。これ使えないみたいなんですよ。これ結構でかいっすよね、情報としては。僕が持っているパソコンがたまたま古い MacBook Air だから大丈夫だけだったみたいなんですよね。で M1Mac の性能はどのくらいかはちょっと使ったことないんで分かんないんですけど、ツインモーションとかっていうソフトはグラフィックカードの性能がとても重要なので、そこが弱いと結局早く動かないみたいなんです。で次に中に入れるグラフィックカードの種類なんですけど、種類も関係するみたいなんです。 AMD のラデオンっていうんですかね、 RX6800 とか6900とかそういった品番の指定があるんですよ。しかもそれって Mac の OS のバージョンによっても違うらしいんですよね。詳しくは Apple のウェブサイトに書いてあったんで、それちゃんと確認した方がいいと思いますよ。で最後に3つ目、コード。これ結構盲点で、サンダーボルト3が搭載されているパソコンである必要があるのと、コード自体がサンダーボルト3じゃないといけないってことなんですが、コード自体が USB-C と全く見た目が一緒なんで最初分かんなかったんです僕で。なかなか繋がらないなと思って焦ってて、コード変えたら繋がったって感じになったんですよね。であとパソコンと eGPU をつなぐコードの長さが短いんですよ。これが地味に使いにくい。そして Amazon で長いコードを買って突き出したらなんとなく遅くなったなって思って調べてみたら遅くなるかもしれないんですよね、その情報的には。事務所でやるだけだから近くてもあれでもいいかなって思ったわけです。てなわけで今日は外付けグラフィックカードを、設置して、MacBook Air とかノートパソコンを使うっていうのは結構身軽でいいですよっていうお話をちょっとしてみました。実務で学べるインテリアデザインの学校隠れ家では、最前線で働く建築家やインテリアデザイナーのリアルな設計現場での学びを LINE グループで毎日共有しています。今日の話でちょっと気になった方は、参加してみてもらってもいいかなと思います。それでは今日しかない大切な時間を全力で楽しみましょう。建築起業家の斉藤俊一でした。ではまた。